ソンの銀行家が瞬く間に香港の同僚に最新の株式情報を送ります。クリック一つでニューヨークの顧客が北京で製造される電化製品を注文すると、貨物輸送機やコンテナ船で海を渡り数日で商品は届けられます。スピードや量は史上例を見ないものです。しかし、国際貿易には思いのほか長い歴史があります。2000年前まで遡ることができます。8000kmにもわたるシルクロードのことです。実はシルクロードは一本の道ではなく、複数のルートからなるネットワークで何世紀もかけて拡大していき、数多くのコミュニティを一つ一つつないでいったのです。最初の農耕文明は豊かな川の谷間にあり、孤立していました。その地形と未知に対する恐怖のため、自由に往来できませんでした。しかし徐々に砂漠やステップには言い伝えにある悪魔がいるわけではなく、騎馬民族がいることが分かりました。ハンガリーからモンゴルに至る勢力を誇るスキタイは、ギリシャ、エジプト、インドや中国文明と接するようになりました。平和な出会いとは限りません。奇襲攻撃や武力衝突もありましたが、貿易や通行料受け取りの見返りに商人の旅路を保証することで、遊牧民が直接接触することのない文化間で製品、アイデアや技術を広げ始めました。その広がりの一つで重要なのがダレイオス一世の王の道で、紀元前5世紀に完成されました。チグリス川からエーゲ海までほぼ 3000km をカバーし、駅伝線のおかげで商品や通信は通常のおよそ10分の1の時間で届けることができたのです。アレクサンダー大王のペルシア征服と中央アジアへのさらなる拡大により、サマルカンドなどの都市が加わり、アレクサンドリア・エスハテなどの新たな都市が建設され、ギリシャ、エジプト、ペルシアやインドの文化と貿易のネットワークは東へと広がり、中国と西側をつなぐ基盤となりました。これは紀元前2世紀に漢の長剣という大使が西域の遊牧民との交渉から帰国し、皇帝に国境の西側に広がる洗練された文明、豊かな貿易や珍しい品について報告したことで始まりました。安全確保のための護衛のついた大使と商人はペルシアとインドへ使わされ、絹や翡翠を馬や綿と交換しました。やがて東西のルートはつながり、ユーラシア大陸全体に広がって、文化的、商業的なやり取りを可能にする、かつてない交易的なシステムを作り上げました。中国の製品がローマに伝わると、金が対価として流出したため、絹が金製品となりましたが、ローマのガラス製品は中国で珍重されました。中央アジアへの軍事遠征により、中国とローマの兵が遭遇することもありました。そこで石踏みの技術が西欧世界へ伝わったのかもしれません。珍しい外国製品の需要とそれがもたらす利益のため、ローマ帝国の分裂や中国王朝の攻防にもかかわらず、シルクロードは健在でした。略奪で知られたモンゴル系遊牧民族たちも例外ではなく、交易路は破壊されず守られました。さて、このルートは物品だけではなく、伝統、発明、信条や言語を伝えました。仏教はインド発祥ですが、中国と日本へ伝わり、そこで支配的な宗教となりました。イスラム教はアラビア半島から南アジアへ伝わり、現地の信仰と相まってシーク教といった新たな宗教を生み出しました。また火薬が中国から中東へと伝わり、オスマン朝、サファビー朝やムガール朝の未来を築きました。シルクロードの成功は自滅にもつながりました。羅針盤といった新しい海洋技術を欧州へ伝え、長い陸路は廃れたためです。そうした中、モンゴルによる支配が崩壊し、中国は国際貿易から退くことになりました。古いルートやネットワークは廃れたものの、世界を永遠に変え、元に戻ることはありません。ヨーロッパ人は東アジアの富を求めて、新たな回路を探す大航海時代を迎え、アフリカや南北アメリカ大陸にまで広がりました。現在私たちの生活はかつてないほど他の国々とつながっています。カナダの顧客はバングラデシュ製の T シャツを購入し、日本で英国のテレビ番組が視聴され、チュニジア人は米国製のソフトを用い革命を起こしました。グローバル化による文化や経済への影響は明らかです。しかし、良い面も悪い面も含めて、これは新しい現象ではありません。かつて山脈や砂漠や太陽が人々を隔てていましたが、今では超音速の乗り物や大陸間をつなぐ通信ケーブルが地球を周回し、そして電波が空間を飛び交っており、キャラバンが何ヶ月もかけて旅するわけではありませんが、この開拓精神がなかったなら、どれも実現しなかったでしょう。シルクロードこそが史上初のワールドワイドウェブです。
学びが好きな人ならチャンネル登録を。猫の視点から捉えた世界史から月に居住するための条件まで、様々なテーマの新しい動画を公開しています。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。